愛だろ愛2回目。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆるてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年8号、ワンピース最新話、1104話、ありがとうお父さんを考察します。この1104話では、熊の謎が一つ解けて、そしてまた謎がたくさん追加されました。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人は、多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まずは2週間前の予想を振り返りましょう。こちらです。1104話の類似話数は、4話、104話、114話です。4話ではヘルメットを殴って海軍を敵にしたルフィ。さらにルフィはモーガンの銅像を破壊してしまう。こことつなげるなら、1104話では、まず熊がそのままサターンを殴る。次に104話は約束の港、ブルックたちとの約束を信じて待っているラブーンが吠える。それならば1104話では熊を信じていたボニーが泣き叫ぶ。また114話ではイガラムがダミーのビビ人形と一緒にロビンに燃やされていますが、このイガラムは実は生きていました。それならば1104話では熊に殴られたサターンはノーダメージでしょうか。1104話の語呂合わせも考えましょう。1104話の話数の語呂合わせは、愛しい、移動した、一度死んだ。一度死んだ熊が移動した理由が愛しいボニーのためだと語られるのか。やはりプログラムではない。熊は本能のかけらで動いている。それでは本能のかけらとは何でしょうか。本能のかけら、それは愛。幾千もの人々の命を救う愛の力。はい、2週間前の予想は全体的には40点くらいですが、熊の動力、愛の力について読み解けたので50点くらいにさせてください。熊の動力とは愛の力だった。1104話の扉へのネズミのプロポーズも愛です。また1104話の反転話数の読み解きは間違っていましたから、間違っていた部分を訂正しましょう。1104話をひっくり返すと、411話ナミ VS カリファー。411話では動けないサンジに水がかかって動けるようになる。一方1104話でも動けなかったサンジが動き出す。これが話数の理論、一つなぎです。それでは本編の流れを考えていきましょう。1104話のスタートはクマチーパンチ。泣き叫ぶボニー。そしてサターンはなんと、熊の自爆スイッチはすでに自分が押したという。それにもかかわらず熊は生きています。それはなぜか。サターンもベガパンクさえも理解不能。その力をベガパンクは愛だという。これが1104話の話数の語呂合わせ一つ目。愛とし、愛とし。ウィキペディアによると1は愛と読むそうです。愛の力。これは2週間前と先週の動画で考えたように、熊の動力とはやはり愛の力だった。炸裂クマチーパンチ。愛ある拳は防ぐ術なし。英雄が暴れ出す。愛の力については1080話のガープで考えました。なぜなら1080話の語呂合わせが愛のパワー。愛のパワーだからです。さらにこの英雄ガープは同じく英雄と呼ばれた熊と重なっているとも考えました。こちらです。1071話のタイトル、英雄出撃とは、囚われたコビーを助けに行くガープのことを表していますが、同時におそらく気絶してピンチになったボニーの元へ駆けつけるヒーローの熊にもかかっている。ワンピース最終章に見られる愛の力。愛とは、小田先生が好きな映画ハリーポッターでは死の呪文を唯一跳ねのけることができる最強の魔法です。ポッターの命を守った魔法こそが愛でした。そしてラスボスボルデモートは愛を理解できずにポッターに敗北していました。先週こちらの動画ではイム様とは愛が足りない人。イム様はルフィの愛、隣人愛に負けると考えました。その動画では皆さんから秀逸なコメントをいただきました。イムとはイム。愛が足りない人。イム様を倒すのはやはりルフィの愛の拳でしょうか。愛の拳とは431話のタイトルです。この431話の扉絵にはルフィが一本の槍を持っています。そこに描かれている動物たちは象、ヘビ、ライオン、そして牛です。この動物のうち象、ヘビ、ライオンはルフィがすでに使っている技です。エレファントガン、スネークマン、レオバズーカ。するとルフィに残っている愛の拳とは牛でしょうか。
脱線しましたが本編に戻りましょう。自爆スイッチを押して死んだはずのクマですが、どうやらベガバンクは自爆スイッチではなく完全停止スイッチに差し替えていたようです。爆発はしないが停止はすると。しかしクマは停止せずにエッグヘッドまでやってきました。これにはサターン星もベガバンクも驚いています。サターン星はベガバンクに詰め寄りますが、ベガバンクもその理由がわからない。あえて言うならそれは愛だという。これが1104話の話数の語呂合わせ2つ目。意図してない。意図してない。ベガバンクも意図していないクマの行動力。ここでベガバンクはその愛で動いたクマを見てバッカニア族の特性と結びつけています。バッカニア族の特性は体の強さではない。彼らはかつて何でしょうか。愛とも捉えられるバッカニア族の特性とは何でしょうか。バッカニアとは以前考えたように海賊という意味です。直訳すると海賊の種族、それがバッカニアです。するとつまりバッカニア族、彼らはかつて強大な海賊だったのか。海賊イコールドクロでしょう。そしてドクロと言ったらドクロ。1096話、タイトルはクマチ。1096話の語呂合わせドクロにヒントがありそう。この1096話でクマは正座をしています。正座をしているクマといえば7話友達の扉絵でしょう。ここではルフィがクマに白いペンキでドクロを描いています。つまりニカがクマに白いドクロを描いている。クマの憧れは白いニカですから、クマイコールドクロ。ドクロこそがバッカニア族の秘密なのでしょうか。それならばワンピースでドクロと言ったら新年の象徴です。石は148は折れない。ほらな、折れねえ。バッカニアといえば海賊、海賊といえばドクロ、ドクロといえば折れない、折れないといえば石。つまりバッカニア族の特性とは折れない石。バッカニア族の特性は体の強さではない。折れない石。信念。腹にくくった一本の槍。愛の拳。そのように読み解けます。これが1104話の話数の語呂合わせ3つ目。遺伝子。遺伝子。バッカニア族に流れる遺伝子、因子。それは折れない意志、強い意志でしょうか。そしてこの1104話には類似話数がもう一つあります。それは1014話です。2年前に考えた1014話の語呂合わせは問う意志、問う意志、D の意志、D の意志。お前もジョイボーイにはなれなかったか。つまりバッカニア族の特性とは強い意志だと読み解けそうです。ここでボニーは優しいクマを忘れないという。忘れないといえば145話受け継がれる意志。人はいつ死ぬと思う。人に忘れられた時さ。ボニーが忘れない限りクマはある意味で死なない。それこそが愛と死。俺が消えても俺の夢は叶う。145話受け継がれる意志。完全停止したクマを抱きしめる12歳のボニー。これが1104話の話数の語呂合わせ4つ目。愛しい、愛しい。そんなクマとボニーの悲しみが溢れる中、サターン星が復活。サターン星は頭の角と腕を失っている。しかし、またもやサターンの体が不気味に再生していく。一体これはどういうことなのか。このサターンの再生能力はサターン固有のものなのか。サターンは雲ですから、雲は足を切られても再生できるそうです。しかしなんとなく、サターン固有の能力ではなく、これは五老星とイム様にも再生能力がありそうです。もしもそうであれば、この再生能力の秘密とは何か、それを考えていきましょう。この再生能力の秘密を考えるには、僕の3年半分の考察を点と点で結んでいきます。まず3年半前、マリージョアのヒントはドラム王国にあると考えました。イム様イコールイブ様であると、ドクタークレハはイム様のヒントキャラであると、そのドクタークレハの部屋の本棚には、神木さんの10年前のツイートにもあるように、本棚にハリーポッターがあります。次にこちらの動画では、雨を奪って天候を操作するクロコダイルもまたイム様のヒントキャラだと考えました。天候は神の営み。このコブラ王のセリフは163話。163話の話数の語呂合わせは、イム様、イム様。さらに天候といえば、
天候と魂を操れるビッグマムもまたイム様のヒントキャラでしょう。そしてこちらの動画では天候を操作したいベガパンクもまたイム様のヒントキャラだと考えました。死がない天才科学者ベガパンクと死がない天才イム様と五老星、これらの考察を全てつなげていくと見えてくる五老星の再生能力、それは分霊箱。分霊箱とはハリーポッターのラスボスボルデモートの不死身の魔法、魂を分割して何らかのものに隠す魔法。7つの分霊箱に収められた魂の断片ワンピース、魂のピースを分割して収めた分霊箱が存在する限りその本人は死なない。このボルデモートは魂を本体に1つ残してさらに6つに分割して別の物体に収めていました。つまり 1+6 は7です。魂を合計7つに分割しておけば死なない。つまりその方程式は 1+6 は7であり 1+6 は死じゃない。死なない。この謎の方程式 1+6 イコール4。これが描かれたのは186話です。186話の類似話数は1086話。1086話のタイトルは五老星。さらにこれはベガバンクのサテライトがヒントになっていそう。ベガバンクはボルデモートと同じように脳みそを本体に1つ、残り6つに分けています。1+6 は7。1+6 は死じゃない。死がない。そして 1+6 はイム様と五老星もこの分霊箱のようにそれぞれで魂を分割している可能性です。一人一人がボルデモートなのか、それとも五老星とはイム様の魂の分身なのか、どちらでしょうか。ベガバンクと同じであれば五老星はイム様の分身なのか。それならば確かにイム様一人が不老であれば五老星も全員不老が成立します。でもイム様と五老星は 1+5 じゃん、1人分足りないじゃん、そう思うかもしれませんが、こちらの動画ではイム様とは悪魔の実の悪魔蛇に体を乗っ取られていると考えました。そしてその本体は眠っていると考えました。つまりイム様とベガバンクが表裏一体であれば本体を脅かすヨークのような裏切り者の分身がいるはずです。ベガバンクを脅かしたヨークはいつも寝ている悪いやつでした。それならばイム様にもイム様を脅かす分身がいる。それはいつも寝ているやつ。800年前から寝ているイム様の分身がもう一人いるのか。それはどこにいるのか。そんな人物がいる可能性があるとすれば、見たものは消されるというマリージョアにある部屋、幻の部屋にいる幻。この幻の部屋はサボだけが知っています。サボと秘密の部屋、これがイム様を倒す鍵となりそう。はい、本日も茹で上がってしまいました。あくまでもそんな可能性です。話の流れを本編に戻しましょう。サターンが弱ったことで動けるようになった麦わらの一味。しかし同時にキザルも動けるくらい回復したようです。一方、完全停止したクマはアトラスが救出。ここでベガバンクはキザルに対して心を持っていないのかと煽ります。キザルは少し戸惑っているようですが、社畜のキザルは引き続きサターンを援護していきます。戸惑いこそが人生だよ、キザルくん。どっちつかずの正義、それがキザルです。ちなみにネット上ではルフィにご飯を与えた人物はキザルであるという意見が多かったようですが、これはおそらく違うでしょう。ルフィは人知れず戦いの場から消えたようです。これが1104話の話数の語呂合わせ5つ目。人知れず消えたルフィ。このルフィにご飯を与えたのは2週間前に考えたようにカリブーではないでしょうか。カリブーならルフィを一瞬で飲み込んで救出が可能です。一方、ここでなんとバスターコール発動命令。世界の秘密を探求する者ベガバンク、失われた種族の血を引く者クマ、古き神を呼び起こしてしまった者ルフィ、不都合に満ちているエッグヘッド。もうファンクレコーズもヨークもユーゴールもいらないのか。サターンはエッグヘッドを完全破壊する決意をしました。これが1104話の話数の語呂合わせ6つ目。人々の死。エッグヘッドのバスターコールについては半年以上前に無難に考えました。こちらです。
エッグヘッドにはベガバンク暗殺のために100隻もの船が押し寄せて大ピンチ。それは前回触れたようにバスターコールの再現か。イム様が望んでいる古代兵器の動力マザーフレイムの製造よりも世界政府にとって不都合なエッグヘッドの破壊を決意したサターン。しかしサターンはイム様に逆らってもいいのでしょうか。先ほど考えたようにもしもサターンがイム様の分身ならそれは許されそうですが、どうなんでしょうか。この翌日に迎える事件の結末は世界に思いもよらぬショックを与えると言います。このショックについてはこちらの動画でパンクレコーズの中にあるオハラの情報が世界中の電電虫を通して伝わっていき、世界政府の悪行が全て流出すると考えました。それにより革命の灯火、革命の炎が世界へ広がると考えました。しかし世界中の電電虫をハックして繋げなくても世界政府の闇を拡散する、それはビビ。なぜビビはモルガンズのところに配置されているのか。モルガンズが発行する世界経済新聞にビビが横から介入して記事を差し替えれば世界中に政府の闇を拡散できそう。それはビビとおそらくそっくりな800年前の女王リリーがポーネグリフを世界中に拡散したようにビビが世界政府の闇を拡散するのか。いずれにせよ世界中の人々に革命の炎が拡散する。それこそがエッグヘッドの結末だと予想しています。以上です。続いては次回1105話の展開を話数の理論から読み解きましょう。1105話の類似話数は5話、105話、115話、1015話の4つ。5話はゾロ VS クイナ。ならば1105話ではゾロ VS ルッチか。次に105話ではラフテルの話ですが、ここでルフィは腹いっぱい食べています。ならば1105話でもルフィは腹いっぱいになるのか。次に115話には巨人が初登場。ならば1105話では誰かが巨大化するのか、それとも鉄の巨人が現れるのか。次に1015話では海の中で気を失っても喋るルフィ。ならば1105話ではカリブーの泥の中でルフィは喋るのか。さらに1105話の話数の語呂合わせも考えましょう。1105話の語呂合わせは人統合。ルフィと鉄の巨人が合体するのか、それともルフィはカリブーと合体しているのか。人超え、人を超え、人々の号、ゼロを前につけて置いとこうなどが考えられます。それにしても結局はサターンとキザルはまだ元気です。ここからはニカや鉄の巨人、そしてカリブーの活躍に期待したいです。さらにステューシーにはまだ役割があるかもしれません。例えばステューシーがその昔こっそりと熊の意見チップを書き換えていたらどうでしょうか。50体のパシフィスタが再び麦わら側になる可能性です。熊の親子愛を受けてステューシーがこっそりと熊の意見チップのトップをボニーに書き換えている可能性があるかもしれません。皆さんはどう思われましたか。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。